はいどうも皆さんこんにちは。今回は函館戦争についてお話ししていきます。戊辰戦争最後の戦いとして知られているこの戦いは、蝦夷地にいる旧幕府脱走軍を新政府軍が攻撃する形で勃発します。しかしなぜ旧幕府脱走軍は蝦夷地で抵抗を続けたのでしょう。その話をするためには、まず旧幕府軍側の中心人物榎本武揚を紹介するところからお話を始めていきましょう。榎本武揚というのは幕府の役人で、かつてオランダに6年間も留学した経験を持っている人物です。つまり当時の日本でトップレベルの知識を持った人物でした。そんな榎本武揚に転機が訪れます。江戸無血開城です。幕府が新政府に降伏する。これを聞いた榎本武揚は幕府の船に乗って江戸を脱出していました。新政府には軍艦を渡さない、そう考えて最後の抵抗をしていたのです。結局この抵抗も同じく幕臣だった勝海舟の説得によって終了。榎本武揚は江戸に戻りましたが、抵抗の甲斐もあり、性能が悪い船だけ引き渡す、優秀な軍艦は渡さないという条件を勝ち取っています。そんな榎本武揚のもとに仙台、米沢、会津の藩士がやってきます。彼らは東北にいた旧幕府軍側の人々、つまり前回の動画でお話しした東北戦争の増援を頼みに来たのです。しかしこの時の榎本武揚にはやらなければならないことがありました。水戸にいた徳川慶喜、彼を駿府に送る仕事があったのです。この仕事が終わらなければ手伝えない、そう考えていた榎本武揚は徳川慶喜を駿府に送った後に江戸を脱出、確保しておいた軍艦を率いて仙台へと向かっていきます。こうして仙台に到着した榎本武揚でしたが、到着するのが遅すぎました。東北戦争の形勢はほぼ決まっており、奥羽越列藩同盟の敗北は時間の問題。今から参戦したところで形勢をひっくり返すことはできない状態だったのです。しかし仙台に来たことが無意味だったわけではありません。榎本艦隊が仙台に来ている、それを知った旧幕府軍の残党は仙台へと集まってきており、幕府の陸軍を担当していた大鳥圭介や新選組の副長をしていた土方歳三、さらには桑名藩主の松平定明などの姿がありました。強力な助っ人が集まってきたのです。こうして集まった旧幕府脱走兵は約3000人で、仙台を出発した榎本艦隊は新天地へと向かっていきます。その新天地というのが蝦夷地でした。蝦夷地というのは現代でいうところの北海道にあたります。この頃の蝦夷地には一応松前藩がいましたが、ほとんどの土地が幕府の直轄地となっており、行き場を失い仕事を失った幕臣たちが活躍するにはもってこいの場所でした。榎本武揚たちはこの蝦夷地を自分たちで開拓し、日本の北方の警備を仕事にしようと考えたのです。こうして榎本艦隊は蝦夷地に上陸。ここで軍勢を二手に分けて南の方へと進んでいきます。目指すは蝦夷地の統治機関、函館奉行所です。函館奉行所というのは今言った通り蝦夷地の政治を行う機関です。この函館奉行所が置かれていたのはお城の中。このお城が有名な五稜郭です。この頃の函館奉行所はもちろんですが新政府側の機関でした。とはいえさすがにここまで遠いと新政府軍の軍勢も少なくて手薄。蝦夷地に上陸した旧幕府脱走軍は函館へと進軍し、各地で新政府軍を撃破していきました。こうして旧幕府脱走軍は五稜郭に入城。思いのほかたやすく函館を手に入れることに成功したのです。その後旧幕府脱走軍は五稜郭を拠点として蝦夷地の平定を進めていきます。標的としたのは新政府側についている松前藩でした。こうして土方歳三率いる軍勢は兵を動かして松前を制圧、さらに海からも松前城を攻撃し、わずか1日で落城に追い込みました。これでやっと一段落ついた、そう感じたことでしょう。しかしここで旧幕府脱走軍は大きな痛手を被ります。陸軍を海から支援するために出撃した旧幕府脱走軍の軍艦海洋は冬の日本海の嵐により座礁して沈没してしまったのです。この時沈んだ海洋は旧幕府脱走軍の主力艦、当時の日本国内でも最新鋭の軍艦だったので、この船を失った被害は甚大です。まるでこの先の彼らの行く末を暗示しているような出来事でした。とはいえ当初の目標だった蝦夷地の平定は完了しました。こうして旧幕府脱走軍は函館に政権を樹立します。
その役職は選挙によって選ばれており、榎本武明は圧倒的多数によって総裁に就任。つまり現代の日本で例えると総理大臣のような役職に選ばれました。こうして成立した榎本政権は新政府に対してお願いの手紙を出します。その内容は、仕事を失った旧幕臣を救済するためにこの領地を開拓させてくれ、我々に北方の警備を仕事として与えてくれというものでした。そのような嘆願に対して新政府軍はどう反応したのかというと、もちろんですが認めませんでした。この時の新政府軍は雪解けを待っており、雪が解けたら潰すと考えていたのです。またこの頃には外国が内乱は終結したと判断しており、鳥羽・伏見の戦い以来から続けていた中立の姿勢を終わらせます。つまり外国は榎本政権を新政府に対する反乱軍だと判断し、新政府への援助を再開したのでした。これによって新政府軍はアメリカから最新鋭の軍艦である鋼鉄艦ストーンウォールを購入します。このストーンウォールというのは装甲で覆われた軍艦で、当時の東アジアで最強の軍艦と言われていました。新政府軍にとっては大きな戦力アップとなったのです。こうして新政府軍は春を待って艦隊を北へと派遣。対する榎本政権もなんとか作戦を考えてストーンウォールを奪おうと試みましたが失敗。もはや戦艦の性能、量の差は歴然でした。新政府軍が圧倒的に有利となっていたのです。このような状況で始まったのが函館戦争です。新政府軍の艦隊は蝦夷地へと上陸、3つに分かれて函館を目指していきました。対する旧幕府脱走軍は軍勢を派遣して防御の構え、土方歳三率いる陸軍が新政府軍と激闘を繰り広げたり、榎本武明率いる海軍が新政府軍と激闘を繰り広げたりしましたが、各所で敗北を重ね後退し、次第に函館へと追い詰められていきます。こうして戦況が進んでいくと、新政府軍が軍艦を函館湾に入港させ、海からも攻撃を受けるようになりました。旧幕府脱走軍も軍艦を出して対抗したり、台場から砲撃して対抗したりしましたが苦戦。新政府軍の攻撃を受けた函館は陥落し、弁天台場と五稜郭2つの拠点で籠城戦を強いられるようになっていくのです。そんな時、五稜郭にいた土方歳三は函館奪還を目指して五稜郭を出撃。しかし一本木で戦いを指揮している時に腹部に敵の弾丸が命中。ここで命を落としてしまいます。時に35歳でした。現在でもその周辺には土方歳三最後の地という石碑がひっそりと建てられています。新政府軍の猛攻をしのいでいた旧幕府脱走軍でしたが、弁天台場で兵糧が尽きたことにより降伏。その後榎本武明も五稜郭から出て降伏。函館戦争は終了しました。こうして鳥羽伏見の戦いから続いていた戊辰戦争は終結。長きにわたった幕末の動乱は終幕を迎えるのでした。さていかがだったでしょうか。これまで長く見てきた幕末と呼ばれる時代には多くの志士が活躍し、また命を落としていきました。そのような戦没者を祀る神社として東京に作られたのが東京昇魂社、現代でいうところの靖国神社です。こうして幕末の動乱は終わりを迎え、いよいよ本格的に明治時代が始まっていきます。ということで次の動画では明治時代についてお話しします。それではまた次の動画で。